こんにちは、はるか先生です。今日は少し真面目なお話をします。今回はプロ野球の試合中にバットが頭部に直撃して重傷を負った川上拓人審判員の件について私なりにお話をしようと思います。と言っても私は医師ではありません。野球関係者でもありません。そして川上審判員の詳しい病状を知っているわけでもありません。なので今日は診断ではなく交通事故で脳を損傷したことがある私が実際に出ている情報を読んでどう受け取ったかをお話しします。なぜこの話題を取り上げようと思ったかというと、知り合いの野球好きに川上審判員の記事見た？どういう状況なんだろう？意識が戻っていないって書いてあるのにリハビリしてるってどういうこと？治療継続って何をしているんだろうって聞かれたんですね。確かにって思って医療に全く関わりがない人にとっては記事に書いてある言葉だけじゃイメージしにくいんですよね。知り合いがなぜ医者でもない私に聞いてきたかというと、私は交通事故で脳を損傷してこんな感じで頭蓋骨がなくなるほどの外傷を負いました。ドクターヘリで搬送されていろんな治療を経て奇跡の生還をしたという経験があります。事故の状況は違えど一般人の中では脳のことや治療について考えたり向き合ってきたので、知り合いは私が詳しいと思ったのだと思います。もちろん川上審判員と私では事故の状況も違うし、損傷した場所も違うだろうし、重さも違います。だから川上審判員は今絶対こういう状況ですという話はしません。今日はあくまで頭部外傷を負った側の感覚として報道の言葉をどう読んだかというお話をしますので、それを念頭に聞いてください。まず報道で出ている情報を整理します。時系列で見ると大きく3回に分けて報道がされています。まず1回目の報道が試合があった翌日の4月17日に記事が出ていました。その記事はこんな感じで出ています。私が読んだ記事を概要欄に添付しておくので、詳細はそちらでご覧ください。この1回目の記事をまとめると、4月16日に試合が行われました。ヤクルト対 DNA 横浜の試合です。それが明治神宮野球場で行われました。この川上さんはキャッチャーの後ろで球審をしていました。球審っていうのはストライクとかボールなどの判定を行う審判のことです。バッターがバットを振った後に手から離れてしまい、川上審判の側頭部、ここですね、側頭部を直撃したということです。そのまま倒れ込んでブルーシートで覆われ、応急処置をされて担架で運ばれる。そのまま救急車で搬送、緊急手術をして集中治療室 ICU で治療を継続中ということが報じられています。2回目の報道は約2週間後の4月30日に記事が出ていました。2回目の報道では搬送先の医療機関の集中治療室で治療を受けていた川上拓人審判員がこの日一般病棟に移ったと発表した。まだ意識は回復しておらず、治療とリハビリを継続していくっていう風に日本野球機構で NPB が発表していました。これをまとめると、集中治療室 ICU から一般病棟に移った。まだ意識を回復していない。治療とリハビリを継続するということが報じられています。3回目の報道では NPB 日本野球機構の事務局次長がオンライン取材に応じ、川上拓人の現在の状況についてと題した家族からのメッセージを代読したものが記事になっています。代読された家族からのメッセージの内容をまとめると、治療とリハビリを継続しているということ。医師によるとまだ回復とは言えない。瞬きや腕を動かすなどの反応はある。受傷直後より良くなっていると感じる。退院のめどは立っていないという内容が報じられています。この3つの報道で近況が公開されたんですけど、私は野球に詳しいわけではないので、最初記事読んだだけだと試合の状況があんまりイメージできませんでした。まず試合の映像見せてって聞いてきた知人に聞いて見せてもらって、第一印象としてはかなり強い衝撃だったんだろうなと思いました。この事故からヘルメットについての決まりが変わったらしいですが、この川上審判員の時はヘルメットみたいなものをかぶってるんですけど、ここの側頭部は守られていないヘルメットでした。大人のプロ野球選手って速さ100キロ以上のボールを投げるんでしょ？それを打てるバットの振りってやばいだろうなと思いました。私は自転車に乗って車にはねられて
頭蓋骨骨折しました。事故の形は違っても頭に強い衝撃が入るとどれだけ危険かというのは自分の経験としてすごく分かっています。だからこそその映像を見た時にこれは本当に大きな外傷になっただろうなと感じました。1個目の記事で緊急手術を受けたことと ICU 集中治療室で治療継続って書いてありますが、手術はもう終わったの？じゃあもう峠は越えたの？治療継続って何をしているの？と思いますよね。手術としか書かれていないのでどんな手術なのかは分かりません。なのでここから先はあくまで私自身の経験をもとにした話ですが、私が救急搬送された時も治すための手術というより、まずは命をつなぐための処置という感じでした。しかも一回何かしたら全部終わりではなくて、その後もずっと状態を見ながら急変しないか、出血がどうか、腫れがどうか、必要があれば次の処置ができるように見ていく、そういう時間が続くんです。私も1ヶ月ぐらい ICU に入っていました。頭部外傷はいつ急変するかわからないらしく、毎日のように MRI や CT 検査をして確認していたらしいです。必要があればいつでも手術ができるように、家族は説明を受けて同意書にサインをしたと聞きました。だから緊急手術から集中治療室で治療を継続という流れを見た時に、まだ全然終わった段階ではないんだろうなと読み取りました。でも私はこういう大きな外傷って初動の速さがものすごく大事だと思うの。球場が明治神宮野球場というのは立地は良かったと思います。近くには優秀な病院がいくつかあるので、田舎の周りに何もありませんみたいなところではないから、それは良かったのかなと思います。私はドクターヘリで運ばれているので、そりゃ搬送スピードが速いわけです。少しでも搬送が遅れていたら助かっていなかったと医師や警察に言われてきました。だから頭部外傷って本当にスピードが勝負なんですよ。すぐに救急搬送されて処置をされている、そこは少なくとも迅速な対応が取られたんだろうなと感じました。2回目の報道では集中治療室 ICU から一般病棟に移ったとありますが、集中治療室というのは重症患者や急変の恐れがある患者が24時間体制で管理されている部屋です。リアルタイムで血圧とか心拍とかが測られて常にモニターに表示されているんですけど、これは皆さんもイメージしやすいんじゃないかなと思います。私も2週間くらいで一般病棟に移りました。一般病棟に移ったと聞くと、もうかなり回復したのかなと思う人もいると思います。でも私の感覚では一般病棟に移ったイコール回復したではありません。私も一般病棟に移った最初は記憶ないです。だからこのまだ意識は回復していないというのは昏睡状態なのか、ずっと寝ぼけたみたいにふわふわしている状態なのか、一見目覚めているように見える瞬間はあるけど意識がないのか、どういう状態なのかはわからないです。退院するときに入院サマリーというものをもらったんですけど、意識回復した日というのが書かれてあって、そこに書いてある日付よりも前に看護師さんと一緒にトイレに行った記録があって、私その時もう動いてたの？全然覚えてないんですけどってなりました。だから私たちが普段イメージする意識があるないと、医療現場でいう意識回復って同じじゃないということが分かりました。リハビリも理学療法士がエッサホイサって歩行訓練とかしているのを想像すると思うの。意識回復してないんだよね、どういうことってなるでしょ。けどもっと初歩の初歩みたいなことをリハビリと言います。一般的に頭部外傷や高次脳機能障害のリハビリは姿勢を保つ、体が固まらないようにする、刺激を入れる、反応を見る、認知面の働きを確認する、そのようなことも含まれます。私が脳外科病棟にずっと入院していた時も、一見すると意識があるのかないのかわからない、外からは分かりにくい患者さんがたくさんいました。そういう方が受けていたリハビリで私が覚えているのは、〇〇さん、私が手を握った握り返してくださいみたいなものをやっていました。これも立派なリハビリだと思います。私が意識回復してからやった頭のリハビリは、コインを貯金箱に入れるとか、リンゴってやったらリンゴの絵を刺すとか、記憶力テストみたいなものを道具を使ったりとかしたリハビリをしたのを覚えています。
あと、これはかなり曖昧な記憶なんですけど、まだほとんど何もわからない時期に目を閉じている状態で強い光を当てられるんです。で、眩しかったら手を挙げて、みたいな。手握ってとかかな。そんなことを言われた記憶があります。私はこっちの片目を失明しているので、視覚障害の観点からこのようなことをしていたのかもしれません。はっきりとは覚えてません。でも、今振り返ると、ああいうのも反応を見たり、感覚を見たりするリハビリや検査だったのかなと思いました。だから意識回復してないとリハビリ継続中は別に矛盾していないんです。ここは経験しないと本当に分かりにくい部分かなと思いました。3回目の報道は最近報道されたんですけど、事故から2ヶ月ぐらい経った6月8日に、この記事が出ました。この家族からのメッセージの中に、まだ意識回復とまでは言えない一方で、瞬きや腕を動かすなどの反応があると書かれているので、これを読んだ時に私はまず、受賞直後から全く同じ状況ではなく、少なくとも何らかの変化が出ているんだなと、前進してるんだなと思いました。でもほとんどの人は意識回復してないのに瞬きとか反応あるのということって思うかもしれないんですけど、反応があるイコールもう大丈夫とは全然言えません。逆に意識回復していないイコール治療の効果が出ていないとも限りません。この間のすごく分かりにくい部分に頭部外傷の怖さが本当に詰まっていると思います。だから私はこの記事を読んで希望がないと思いませんでした。でも同時に安心できる段階だとも思いませんでした。私自身も退院が近いと思っていた時期に急に状況が変わって退院延期になって手術になったことがあります。頭って本当に見た目では分かりにくいし、順調に見えてもまだ全然油断できないことがあるんです。だから今回の家族のメッセージを読んだ時も前進はあるように見える。でもまだ家族もものすごく不安の中にいるんだろうなと感じました。ここは誤解のないように言いたいんですが、私は医師ではないので、川上審判員が今後どこまで回復するかなんてもちろんわかりません。でも私個人の意見としては、まだ2ヶ月ぐらいの段階でもうダメなんじゃないかと決めつける時期ではないかなと感じました。私もそんなに簡単に回復したわけじゃないからね。お医者さんじゃない家族が見て、受傷直後より良くなっていると感じる、素人が見てそう感じるなら大きな変化ってことです。このニュースを見て私は本人のことと同じくらいご家族のことを考えてしまいました。私の母も多分このご家族の気持ちがわかると思います。頭部外傷って生きるか死ぬかの段階を超えてもそこからが長いんです。しかも良くなっているのか、どこまで戻るのか、いつ退院できるのか、どんな後遺症が残るのか、わからないことが本当に多い。そういう状態で毎日を過ごすのって本人ももちろん大変だと思うけど、私もね大変だったでしょって言われるけど、家族も本当に苦しいと思います。だから外から見て私たちはどうなの？まだなの？と簡単に言いたくなるかもしれないけど、そのまだの中にはものすごく長くて大変で重い時間があるんですよね。今回この話をしたのは川上審判員の病状を私が説明できるということでは全くありません。そうではなくて、頭部外傷の報道って言葉はシンプルでも中身はすごく重くて複雑なんだということを伝えたかったからです。意識が回復していない、治療とリハビリを継続している、反応がある、退院の目処は立っていない、この言葉だけ見ると矛盾しているように感じる人もいると思うし、でも脳の外傷を経験した側からすると全然おかしなことではないし、むしろそういう分かりにくい表現しかできないのが頭部外傷なんだと思います。私は医師ではないので未来のことは分かりません。予想もできません。でも少なくとも私はこの報道を見てもう希望がないとは思いませんでしたね。同時にもう大丈夫だねとも全く思いませんでした。もしこの動画を見て記事に書いてある意味が少し分かったとか、頭部外傷ってこういうことなんだ、初めて知ったなど思った方がいたらぜひコメントで教えてください。また頭部外傷を負ったけど今こんな風に元気だよとか、そういう経験談があればそれも教えてください。きっと誰かの希望になると思います。今回のように経験したからこそ分かることを含めた発信をこれからもしていこうと思っています。今日は最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね。